ゲーセンクラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は初めてベートーベンを聴く人のためにベートーベンの人生、代表作、功績を10分でご紹介します。ベートーベンは1770年ドイツに生まれました。ベートーベンの15歳ほど年上にはモーツァルトがいます。古典派の前のバロック時代まで遡るとバッハやビバルディがいて、逆にベートーベンの後のロマン派の時代にはショパンやチャイコフスキーがいます。ベートーベンはちょうどこの辺り、古典派をロマン派に導いた作曲家です。ベートーベンは歌手の父親から厳しい音楽指導を受け、第二のモーツァルトとも言われるようになりました。21歳で芸術の都ウィーンに移り、まずはピアニストとして有名になりました。しかし30歳前後の時、難聴を患ってしまいます。ベートーベンはその病にも負けず、数々の素晴らしい音楽を作曲し、着実に大作曲家としての地位を確立しました。ちなみにベートーベンより前の時代は、音楽家は王侯貴族の宮廷か教会に就職するのが一般的でした。音楽家の地位は召使いや使用人と同じ程度で、天才と言われたあのモーツァルトでさえ宮廷に出入りするときは使用人の勝手口を使っていたと言われています。しかしベートーベンは違います。ウィーンに出てからは貴族の支援を受けつつも、どこにも所属しないいわゆるフリーランスの音楽家として活動しました。教会や宮廷に仕えるということは、神や教会、王侯貴族のための音楽を作ることです。しかしフリーランスだったベートーベンは聴衆のため、もっと言えば自分のための音楽を作ることができました。ベートーベンは音楽を芸術だと言った初めての作曲家と言われています。こうしてベートーベンは56歳で亡くなるまでの間、自由な芸術家として様々なジャンルに多数の名作を残したのです。ベートーベンの代表作はたくさんありますが、今日はその中でも特に有名な10作品をご紹介します。1曲目は交響曲第3番英雄です。規模、内容ともに画期的なベートーベンの傑作中の傑作です。2曲目は交響曲第5番運命です。最も有名なクラシック音楽と言われる不朽の名作です。3曲目は交響曲第6番田園です。この田園というタイトルはベートーベン自身が名付けました。4曲目は交響曲第7番です。人気ドラマのだめカンタービレのオープニングで使用されたことでも人気が高まりました。5曲目は交響曲第9番です。4楽章で歌を使うという斬新さ。ベートーベンはこの曲で明確な思想を表現しました。続いてベートーベンの三大ピアノソナタと呼ばれる3曲をご紹介します。1つ目はピアノソナタ第8番悲愴です。初期の大傑作でベートーベン自身が悲愴と名付けました。2曲目はピアノソナタ第14番月光です。
月光という愛称は詩人がルツェルン湖の月光の波に揺らぐ小舟のようと表現したことで付けられました。3曲目はピアノソナタ第23番熱情です。中期の大傑作で闘争的な嵐のような音楽から後に熱情と名付けられました。また世界三大バイオリン協奏曲として名高いバイオリン協奏曲二丁調も有名です。最後に美しいピアノ協奏曲皇帝もお聴きいただきましょう。気になる作品は見つかりましたか？ベートーベンが残した音楽史上の功績はたくさんありますが、今日はその中でも代表的な3つをご紹介します。まず1つ目は交響曲を最高水準の芸術として大成させたことです。交響曲とは大規模なオーケストラ曲のジャンルの一つで、古典派以降特にたくさん作られるようになりました。ベートーベンは前例にとらわれず、徐々に他の作曲家の影響から脱却し、全く新しい画期的な作品を発表しました。ベートーベンの交響曲があまりに芸術性が高かったため、交響曲というジャンル自体の芸術的価値が高まったのです。そして同時に作曲のハードルも高まりました。交響曲の出来がいいかどうかが作曲家としての評価に大きく影響するようになったのです。ドイツの作曲家ブラームスはベートーベンに並ぶ交響曲を書こうとし、最初の交響曲を完成させるまでなんと20年をかけました。功績の2つ目がソナタを極限まで発展させたことです。ソナタとは印象の異なる楽章を持つやや大規模な室内楽曲もしくは独奏曲のことです。ソナタという曲のジャンルはバロック時代にはすでに存在していました。そして古典派の時代に入ってソナタ形式が確立しました。しかしベートーベンはこの確立したソナタ形式にチャレンジをします。ソナタの内容を拡大したり、形式を自由に変更したり、高度な演奏技術を盛り込んだりと様々な実験を試みました。ベートーベンが発展させたソナタを引き継ぎ、ロマン派以降はさらに個性豊かな作品が生み出されるのです。功績の3つ目はテンポを厳密に指定したことです。ベートーベン以前の楽譜ではゆっくりととか早くといったように主観的な表現でテンポが書かれていました。しかしベートーベンは難聴だったため、理想のテンポで指揮したり演奏するためには自分の感覚だけによらない客観的な指標が必要でした。そこでメトロノームに従って速度を正確に指定するようにしたのです。ちなみにベートーベンのお墓もメトロノームの形をしています。最後にベートーベンの名言をご紹介しましょう。私の心の中にあるものは出てこなくてはならず、だから私はそれを書き留めるのです。今日この動画を見てもっとベートーベンについて知りたくなったという方は、概要欄に記載しているこちらの動画、ベートーベン生涯と名曲、音楽史に革命を起こした大作曲家の人生と代表作を濃厚解説をぜひご覧ください。今日の動画が面白かったという方は評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー。